皆さんどうもこんにちは。ずいぶん時間が空いたな。早速、ファスト API をやっていこうぜ。今回はファスト API はやらないよ。は？お前からファスト API を取ったら何も残らないぞ。一体何をするつもりなんだぜ？ファスト API で紹介していないところは動画にするほどじゃないかなと思って、違う技術を勉強していたよ。今回はファスト API の制作者が、フロントの技術として使っている Vue.js を解説していくよ。Vue.js ってなんだぜ？ Vue.js は JavaScript のフレームワークだよ。JavaScript のフレームワークは他にもいっぱいあるけど、Vue.js はシンプルにして学習コストが下がっているのが特徴だね。他のフレームワークよりも初心者が使いやすいってことだな。そうだね。フロント側はいろんなフレームワークがあって、どれを選ぶか困るけど、私みたいな初心者が学習しやすいフレームワークがいいね。まず、Vue.js のインストール方法はいっぱいあるけど、一番簡単なのは CDN という方法だね。HTML 上に1行書いておくだけで、Vue.js を使えるよ。おお、それは便利だな。パソコンにインストールしなくても使えるのか。サイトでは最新のバージョンを利用する方法が書いてあるけど、特定のバージョンを指定するなら NEXT をバージョンにしたらいいよ。現時点の最新は 3.2.26 だね。Vue.js が保持しているデータを画面に表示するには、テンプレート構文で表示できるよ。ファスト API の時にも出てきたな。波括弧2つでデータの中身を表示できるよ。あとは、Vue.js で使う箇所には ID を振るよ。HTML の箇所はこれだけだよ。次は JavaScript の部分だね。Vue はデータメソッドの中に保持するデータを記載するよ。記載方法は Python の辞書型みたいな書き方だね。カウンター変数に初期値は0を入れてるんだな。あとは Vue.createApp で作成するよ。引数に上で作ったオブジェクト名を入れて、マウントの中にシャープで HTML の ID を指定するよ。CreateApp でオブジェクト名と ID を紐付けしてるんだな。これで HTML ファイルをクリックして動作確認するよ。カウンターの中身が表示されて0が出てるな。マウンテッドメソッドはライフサイクルで生成後に動くメソッドだよ。セットインターバルは指定された時間間隔で繰り返し動作するよ。this.counter++ はデータに記載したカウンター変数を1増やすよ。その後の線はミリ秒単位だよ。つまり1秒だね。要約すると1秒ごとに1ずつ増えるってことだな。実際に動かしてみるよ。お、ちゃんとカウントアップしてるな。次にデータをバインドするよ。スパンタグはグループにまとめるよ。タイトルはマウスのカーソルを合わせた時に表示するものだよ。V バインドはVue独特の書き方だね。タイトルにメッセージ変数をバインドしてるよ。メッセージ変数には文字列にプラスして、現在の日時を文字列にして連結しているよ。できたら動かしてみるよ。文字列の上にマウスを置いて表示されるか確認するよ。これもしっかり表示されたな。次はボタンを押した時の処理だね。データを表示する部分とボタンの部分だよ。V オンクリックはボタンを押された時だね。リバースメッセージはボタンが押された時に動く関数名だよ。まずはメッセージ変数だね。初期値で Hello Vue.js を指定するよ。メソッド数にボタンで設定したリバースメッセージを書くよ。関数の中身はメッセージの文字列を一つずつ分解して、逆に並び替えて、分解した文字を一つに結合してるよ。早速動かしてみるよ。ボタンを押して表示された文字列が逆になるか試してみるよ。これもしっかり反転されたな。次に双方向バインディングを体験するよ。これには V モデルを使用するよ。双方向バインディングってなんだぜ？双方向バインディングは DB と表示のどちらかが更新されたら、
片方に更新するよ。他のライブラリだと DB の更新はされるけど、DB への更新は一手間必要だよ。これを単方向バインディングというよ。なるほどな。Vue.js は常に DB と画面の表示を最新にしてくれるってことだな。これで画面を表示させて、動かしてみるよ。テキストボックスが表示されるから、そこに文字を追加してみるよ。入力した文字が即時反映されてて面白いな。次は条件分岐だよ。VIF の条件がブルーなら、スパンタグの情報が表示されるよ。今回はシーン変数がブルーなら表示だね。ブルーだと文字が表示されて、フォルスにすると非表示になったな。次は繰り返しだよ。V4 を使うよ。書き方は Python と同じだね。データも辞書型のリストみたいに書くから、Python に慣れ親しんだ身としては理解しやすくていいね。確かによく見た形でわかりやすかったぜ。実際に動かしてみると、テキストの内容がリストとして番号が振られて表示されるよ。最後はコンポーネントについての説明だよ。コンポーネントはすごい簡単に言うと、パーツだね。今のウェブサイトはパーツをまとめて一つのページにしてるよ。一つのファイル、パーツに HTML、CSS、JS を記載できるのが特徴だよ。なるほどな。このパーツの情報がまとめて書いてあるから、調べることが簡単になるし、修正箇所もわかりやすくなるな。まずは HTML のところだね。div タグに ID を振って、OL タグの中に後で作成する Vue アイテムタグを記述するよ。Vue アイテムに V4 でグローサリーリストを一つずつ取り出してアイテムに格納するよ。その後、vbind Vue でコンポーネントに渡すプロパテにアイテムを指定だね。vbind キーはリストの各項目を識別するためのものだよ。ユニークな値を選ぶ必要があるよ。ここではアイテムの ID を指定するよ。HTML で指定されているタグ以外を書くのが新鮮だな。Vue.js はこの書き方が一般的なんだな。次は JavaScript の部分だよ。まずはコンポーネントの Vue アイテムを記載するよ。プロップスはプロパテだね。これは Python で言うと関数とかの引数みたいなもんだね。テンプレートは表示する HTML を記載するよ。Vue のテキストを li タグで表示するよ。こうやって HTML の一部を記載して管理できるんだな。Vue リストのデータには HTML で記載したグローサリーリストを書くよ。項目は ID とテキストだね。コンポーネンツにさっき作った Vue アイテムを記載するよ。これで動かしてみるよ。ページにリストでグローサリーリストのテキストの内容が表示されたな。これで Vue.js の紹介は終わりだよ。どうだったかな？フロントのフレームワークに初めて触れたけど、フロントでもデータを管理してリアルタイムで表示できるのはいいな。あとはコンポーネントごとで管理できるのもいいぜ。影響範囲が狭くなるから、管理も非常に便利になるな。今回はここまでだよ。また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。